虎杖退場、黒縄再来。呪霊がほぼ存在しない世界が間もなく訪れようとしています。皆さんこんにちは、私はシレンナです。呪術廻戦モジュロ第23話が公開されました。タイトルは調和の儀です。今回の物語は前回の直後から始まります。虎杖は日本人の呪力を消失させても呪霊の発生を阻止できない理由について説明を始めます。呪力の大半は日本に集中していますが、海外の一般人からも微弱な呪力が漏れ出しており、それが原因で日本国外でも稀に微弱ながらも強力な存在が出現することがあるのです。呪霊の存在が公になって以来、海外の一般人の呪力も東京へ流れ始めています。つまり日本人の呪力をすべて取り除いたとしても、呪霊は日本国内外で発生し続けるということです。全人類の呪力をなくさない限り、もちろんそれは不可能なことですが、そのため彼らの当初の計画では最終的に地球上の呪霊の数を大幅に減らすことしかできないのかもしれません。それに体内に常在する呪力の代謝が失われることで、かえって人体に悪影響を及ぼす可能性もあります。何しろ過去には天与呪縛によって呪力を完全になくした全員魔鬼や伏黒当時のような得意な霊しか存在しないのですから。丸はすぐに別の問題に気づきます。呪術師がいなくなった未来の世界で突発的に強力な呪霊が生まれた場合、どう対処すればいいのでしょうか。虎杖は十分な猶予さえあれば次の世代が来るまでに策を講じることができると答えます。東京の復興準備さえ進められると。ただそれでは依然として地球人とシムリア人との間の圧力は解消されません。彼らがすべきことはカリアンと呪霊が混同されてしまう根本的な原因を突き止め、それを取り除くことです。その流れで虎杖は呪霊は邪悪なのかという話題にも触れます。彼は呪霊のように見える存在が必ずしも悪だとは限らないと考えています。例えば500年以上生きた天元様は構成要素としては限りなく呪霊に近い存在でしたが、決して悪人ではありませんでした。また彼の兄も人間と呪霊の根血であり、最初は多くの問題がありましたが、最終的には互いに理解し合うことができました。その後虎杖はある確信に迫る問いを口にします。カリアンがルメル族以外の人間を襲う理由は呪霊のような邪悪さから来るものなのか。丸の術式がその答えを導き出しました。魂の色が同じなんだ。色とりどりな魂の中、カリアン、呪霊、ルメル族だけ色が揃っている。明らかに今の彼らには魂の色を塗り替える能力はありません。そこで丸はすぐに新たな対案を思いつきます。現在彼らがいるこの魂の通り道を魂の分流及び形成装置へと改造するというものです。通過する個々の魂の色を分散処理し、同時に魂の形状を調整することで可能な限り呪力を消失させるのです。しかし虎杖はこの方法にあまり納得していない様子でこう返します。それ以外の手段はないんだな。そのやり方だと今母船にいるカリアンは。虎杖の言葉が途切れると同時に場面はアフリカのとある部族へと転換します。ダブラは術式を消滅させる黒縄の入手に成功し、妹を連れてシムリア星へ帰還することを決意します。それこそがユーカを救う唯一の方法だからです。黒縄によってデスクンテ族長の呪いを解除した今、シムリア星においてダブラを縛り付けるものはもう何もありません。ダブラを見送った後、虎杖は丸に問いかけます。もういいのか？まだでかい仕事が一つ残ってるだろ。それに対する丸の答えはこうでした。ああ、でもそれは私一人でやるべきだと思う。その後、二人は手を振って別れを告げ、丸は上空へと舞い上がり、術式を発動させます。次々と光の粒子となって消えゆく呪霊たちを眺めながら、自分にはまだその在庫を背負うだけの覚悟が足りないと考えていたその時、突如としてクロスが隣に現れ、彼の手を握りしめました。やろう、私たちで。続いて、ユーカと剣も相次いで姿を現します。みんないるよ。そして丸とクロスが声を合わせ、儀式発動の呪詞を唱えます。すべての御霊、安鎮の祈りをもって調和の儀を取り収める。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もし呪術廻戦モジュロ漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。